皆さんこんにちは、はじろくです。今回はこちら、じゃん、マルチグレイン焙煎五穀というこちらの一見土みたいなやつなんですけど、これ美味しい粉なんで、この焙煎五穀を使ってスコーンを焼いていきたいと思います。こちらのスコーン焼けるとこんな感じです。ちょっと地味ですよね。地味なんですけどすっごく美味しいです。今回は卵、牛乳、バターを使っていなくて、とってもヘルシーで体にいいスコーンになってます。このスコーン食べ頃は当日です。難易度は星5段階で言うと1です。めちゃくちゃ簡単で美味しくできるので一緒に作っていきましょう。ではレッスンスタート。はい、それではマルチグレインを使ったスコーンを一緒に作っていきましょう。まずはじめに材料を説明します。大きめのボウルの中に薄力粉、強力粉、そしてマルチグレインを一緒に入れてください。マルチグレインの中でもこのように焙煎しているのがおすすめです。焙煎しているのでとても香りがいいですね。そしていろいろひまわりの種、オーツ麦、ごまなどつぶつぶがすごく美味しいです。その他の材料は黒糖、ベーキングパウダー、太白ごま油、お塩、そして蜂蜜、豆乳です。お塩はこちらカマルグのフルールドセルというお塩を使いました。それでは実際に作っていきましょう。ボウルの中にお塩、そして黒糖、ベーキングパウダーを加えましょう。黒糖がない場合はきび砂糖でも作ることができます。しかし黒糖の方が美味しくできますので、できるだけ黒糖を使用するようにしてください。粉類すべてがボウルに入ったらよく混ぜ合わせておきましょう。薄力粉は振る必要がありません。このようにある程度混ざったら続いて液体類を加えていきます。こちらは太白ごま油です。太白ごま油がない場合は米油など香りのない油を使用してください。続いて蜂蜜、豆乳を加えていきます。すべての材料が入ったら再びカードで混ぜ合わせていきましょう。粉っぽさがなくなるまでしっかり混ぜ合わせていきます。このように全体的に茶色っぽくなったら完成です。それではこの生地をラップの上に取り出して伸ばしていきましょう。ラップの上に生地を置いて、その上にまたラップを乗せてラップで挟むようにしていきます。そしてその上を綿棒で縦長に伸ばしていきましょう。ラップで生地を挟んでいるので打ち粉も必要なく手が汚れません。このように縦長に伸びたら続いて生地を三つ折りしていきましょう。この生地を伸ばして三つ折りするという作業を今回は5回行っていきます。今が1回目ですね。1回目が終わったら続いて2回目もすぐに行いましょう。そして2回目を行うときとても大事なポイントがあります。それは生地を必ず90度回転させてください。このように畳んだ方向とは違う方向で次は伸ばす。これがとても大事なポイントです。生地が90度回転したらこのまま縦に伸ばしていきましょう。このように縦長に伸びたら再び三つ折りをしていきます。先ほどと同じように三つ折りしていきましょう。このように何度も伸ばして畳んでいくということでスコーンの分厚い層が作れるんですね。はい、2回目が終わりました。続いて3回目も行っていきます。90度回転させて、そして縦長に伸ばしていきましょう。このように生地を作って1回目、2回目、3回目までは連続で行って構いません。3回目の三つ折りが終わったらラップに包んで冷蔵庫で生地を休ませておきましょう。この三つ折りを何度も繰り返す折り込み作業をすることでスコーンは分厚く、そして美しく焼けるんですね。しかしこの小麦粉の中に含まれているグルテンというのは連続で行ってしまうと硬くて伸びなくなってしまいます。冷蔵庫で1時間ほど休ませるとまた伸びてくれるので、しっかり休ませてから伸ばすというのが大事なポイントになります。
1時間ほど冷蔵庫で生地を寝かせたら、再び縦長に伸ばして三つ折りをしていきましょう。これで三つ折りは4回目になります。4回目の三つ折りが終わったら、先ほどと同じように1時間ほど冷蔵庫で生地を休ませましょう。そして1時間後の生地がこちらです。最後に伸ばす場合は少し硬くなっていますので、綿棒で押し付けるようにして伸ばすと縦長に綺麗に伸びてくれます。一番初めほど綺麗には伸びませんが、ある程度伸びたら三つ折りをしましょう。そして三つ折りが終わったら、再び1時間ほど冷蔵庫で生地を休ませます。そして1時間経ってから最後にスコーンの成形をしていきましょう。最後はですね、生地をだいたい2センチ幅に伸ばしていきます。最後に伸ばす時もラップを当てて伸ばすととても伸ばしやすいです。少し硬いので綿棒で押し付けるようにして伸ばしていきましょう。生地を2センチ幅に伸ばして6センチのセルクルで抜いていきます。だいたい6センチのセルクルで6個抜けると思います。そして余った生地でさらに2個抜いていきましょう。このように横から見た時にしっかりと生地が層になっていればスコーンは成功です。余った生地はもう一度丸め直しをして、先ほどと同じように2センチ幅に伸ばしていきましょう。今回使っているこちらの6センチのセルクルですが、100円均一のダイソーで購入しました。必ずセルクルでくり抜くようにしてください。コップなどで抜いてしまうと、どうしてもこの層の部分が潰れてしまうんですね。やはりセルクルで抜くのが一番綺麗に層が出て美しい仕上がりになるので、必ずセルクルで抜くようにしましょう。最後に余った生地はこのように包丁でカットしました。それではオーブンで焼いていきます。200度に予熱したオーブンでおよそ15分焼いて、その後温度を下げて再び焼いていきます。2回目は180度で8分です。はじめは200度で15分、その後180度8分焼いてください。そして焼き上がりがこちらになります。しっかり高さのあるスコーンに焼き上がりましたね。やはり何度も折り込みをすることで高さが出てきますので、必ず皆さん5回しっかり折るようにしてください。こちらでマルチグレインのスコーンが完成です。さて、焼けたので食べたいと思います。じゃーん。ちょっと見た目が地味なんですけど、このスコーンちゃんをね、食べて食レポしようと思います。こんな感じ。いただきます。地味なんですけど、このねスコーンは周りがサクサクで中がふわっと柔らかい感じです。いただきます。もうおいしい。パンに近い。普通スコーンってバターをたっぷり使うんですよ。でバターたっぷり、牛乳、卵が入ってて、そのどっしりと重たい感じが普通のスコーンなんですけど、今回のスコーンはバター、卵、牛乳が入ってないんですね。なのですっごいヘルシー、めちゃめちゃ軽いです。でこの卵とかバターが入らないとどうしてもコクが出ないんですよね、お菓子って。その代わりに今回入れたのが黒糖です。黒糖ってどうしてもね、こうそのまま食べると味は濃いんですけど、そういうなんて言うんでしょうね、ヘルシーな配合の中に入れるとパンチになってくれたりコクになってくれたりするので、黒糖とマルチグレインの相性が抜群。すごい美味しい。でプチプチして美味しい。このね、ごめんね、かじってるとこでちょっとこうプチプチ見えます？ちょっと美容系みたいにしようか。かじってるんで申し訳ないこっちにしよう。ほら、ちょっと美容系 YouTuber みたいな。ピント合いません。ピントさん合いませんでした。はいこのプチプチしてるやつがすっごい美味しい。ベリーのジャムがすっごく相性いいかも。ベリーって言ってもいちごじゃなくてブルーベリーとかラズベリーとか、ちょっと酸っぱい実がちっちゃいベリーがいいかも。美味しい。ダメもうすぐ晩ご飯なんでもう控えときます
ということでございました。今回は、マルチグレインを使ったスコーンを作りました。皆さんね、マルチグレインといえばどうしてもパンのイメージがあると思うんですけど、今回のスコーンは非常にパンに近いし、卵、そしてバター、そして牛乳、この3つを使ってないのでかなりヘルシーです。すごく美味しいので、ぜひお家で作ってみてください。作った方ぜひコメントもよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。面白かった、ためになったという方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。